広島市の公立小学校に勤務している野本翔太郎と言います。学校で勤めて7年目になります。もともと学校の先生になるつもりは全然ありませんでした。子供の頃からどっちかというとマスコミ関係の仕事がしたくて、中学校から高校ぐらいまでずっとやってきました。で、紆余曲折あって教育学部に入学したのが教職を目指す始まりだったかなというところです。で、教育実習に行ったのがもう一番の転換期で、自分にとっては書いたり表現したりするのが面白いなと思っていたんですが、新聞やテレビとかを媒体にしてものを伝えるよりも子ども集団を相手に教える方が難しいなということをすごく思いました。だから教室ではやっぱ子ども一人一人意思があるから、同じ社会問題を取り上げてもやっぱ反応があるし、それはいい反応悪い反応もあって、だから逆に難しいけどやりがいがあるし面白い営みだなと思ってきっぱり教職の道に動いていきました。これが教職目指したきっかけかなと思います。家族であった記憶があります。すごい、どうでもいい話なんですけど、書道を習ってたから書道コンクールがあって、平和書道コンクールという学科の名前を平和っていう名前を冠した書道コンクールがあったんですよね。でそのコンクールの表彰式があるのが知覧の特攻記念会館だったって。だから毎年のように知覧には行ってたから、そういうところなんだなっていうのは知ってたしって。で今言われて思い出せば、修学旅行は中学校の頃長崎に行ったなという記憶はあります。みんなで鶴を折ったなっていうのは、覚えがあるし、そういえばホテルで被爆者の方の体験を聞いたのも、思えているかなという感じですね。だからたまたま来た大学が広島にあった大学だったので、大学に入学したら平和モニュメントの見学をするというレポートが課されて、いい意味ででみんなでレポートを書くために当時1年生だった仲間とみんなでバスに乗って平和資料館に行ったんですよね。そしたら広島出身の子やっぱ大学多いから、その子らってやっぱある程度説明ができる、紹介ができるのがすごいなと思ったんです。ほいで自分は子供の頃どうだったかいうと、8月6日がどうだからテレビをつけたっていうこともやっぱないし、じゃあいわゆる平和教育みたいなことがあったかというと思い出せないっていうのが事実です。で思い出せることがあるとしたら、僕は鹿児島の出身なんですけど、鹿児島で言えば知覧というところが特攻隊のことでいろいろ知られているところなので、そこに何度か足を運んだ記憶はあります。けど実は8月6日っていうのは鹿児島の人にとっては86水害っていう大きな水害があった日で、8月6日が、僕だけかもしれないですけど、8月6日はどっちかというと86水害の日だった。で広島に来たら8月6日はみんなが黙祷する日とかと聞いて、すごくびっくりした覚えがあります。それが学部の1年の時ですね。さっき一回言ったように、1年生の時に8月6日に向けてのレポートを書くためにみんなで行った時の体験、あれはすごくよく覚えてるんですけど、終わった後みんなでお好み焼き食べに行ったのもすごくよく覚えてて、でもどうすればこういうふうにみんな原爆のこととかを語るようになるのかなっていうのはやっぱ気になった。で、1年生の時朝早く起きて大学のある家の近くからバスに乗って
8時15分に間に合うように8月6日の式典に行った時にまたそれはなおさら思いました。みんなどうすればこういった関心を持つんだろうかと。だから8月6日とかカタカナの広島みたいなとこへのやっぱ出会いみたいないう意味では大学の頃そういうチャンスを勉強するチャンスをもらったところが一番大きかったなと今思えば思いますよね。で、そこから大学の頃一つチャンスをもらったのが平和資料館で当時啓発課がやっていた中高校生ピースクラブっていう取り組みがあって、大学のゼミの先生の紹介でそこの運営のボランティアに行ったんです。そしたら市内の中高校生の、有志ですけど集まってきてて、8月6日のポスター展に向けてみんなで準備をしていこうというのをお手伝いしたんですけど、それもまたびっくりしました。どうすればこんな子たちが、育つというか、それはその知ってる知識もそうだし意欲もそうだし、もっと言えばそのものを話すなんていうか力というか、あんなのもすごいなと正直思いました。そこがきっかけで、平和教育についてはもっと詳しく知っていきたいなと思って、大学の頃もいろんな平和に関係する、行事やイベントに参加するようになった。そして、働くようになったっていうのが、いきさつになりますね。最初に行った学校は広島市の中でも特別平和教育を推進する学校だったっていうのはとても驚きました。広島市は特別平和教育プログラムといって、平和ノートっていうのがあるんですけど、平和ノートを使った、平和教育がすごく体系化されてます。で最初に行った学校ではその平和教育プログラム平和ノートにもう一工夫加えた平和教育を学校全体でやっていた学校でした。だから例えば裸足の弦の麦を屋上で育ててみたりとか、被爆樹木に会いに行く社会見学をしてみたりとか、そういうことをすごく熱心にした、初任校での6年間でした。そういう意味では広島市はすごく平和教育に関するなんとか仕組みが整っていて、これはすごいなっていうのを働いてみて改めて感じた覚えがあります。でも一方でやっぱ仕組みが整えられるほど、これどの教育問題でもそうですけど、もうそれをこなせば済むとか、もう形だけが形骸化していくみたいなところはきっと課題なんだろうなっていうのは、プラスアルファ取り組んでいく学校の取り組みを見てすごくそこ課題なんだなっていうふうに感じるようになりました。今別の学校に移動したんですけど、そこをもう少しいろんな学校でもチャレンジしたいなと思って今次の学校で働いているところです。課題意識としてはやっぱりその夏が近づいてきたら突然始まって、夏が終わったら突然終わる平和教育にやっぱ子供ももうだいぶまたかという感覚はやっぱり友達の話を聞いてもそうだし、子供の反応を見てもそんな気がしていました。だから夏が来たからじゃなくて日常的に平和とか戦争について考えるようなそういうカリキュラムはないのかとか、もっとやっぱ6年間通じて考え続けられるとか、そういう平和教育のあり方はないのかっていうのが問題意識としてすごくあります。広島、カタカナの広島であるとか原爆であるとか、そういうところを扱う上で子供にもっと日常的に考えられるものになってほしいとかっていうことを、発達段階の子たちに求めるのであれば、なおさら子供に平和を作る担い手になってほしいみたいなのを押し付けてないかっていうことを
すごく自問自答してきたつもりです。僕の感覚ではもう時が経てば経つほど被爆者の体験が聞けないからっていうことをすごく子供に責任を押し付けてないかっていうのは実は僕は思っていて、自分がしてないからすごくそれを次の子にっていうのはやっぱちょっと子供にはプレッシャーなんじゃないかなっていうのは実は思っているんです。自分がすごく頑張ってきたのはまだしも、やりきれなかったことをそのまま言われるのは子供はきっとプレッシャーなんじゃないかなって。それはさておき、でもやっぱ平和教育こそ今言ってる主体性というか、子供が中心になっているのかっていうのを考えなきゃどんどん子供が心が離れていくんだなっていうのはこの7年間やってきただけでもすごく感じています。だからそれこそ子供が五感で感じられるように被爆樹木に会いに行って触ってみて、耳を当ててみて見るとか、根がどうなってるかっていうのを見るとか、匂いを嗅ぐとか、ああいうことができる体験を考えてみたし、子供が自分にできることはないかっていうのを考えるチャンスとしてルワンダにある学校との連携を考えてみたし、そういうことを考えてきたのは何より子供が中心になっているのかっていうことをすごく悩んできたところかなと思います。でやっぱり子供たちの中にはまるで教師の意図を忖度してくれたかのような意見文を書いてくれたりとか、やっぱ友達も、先生が書いてほしいような感想を書いたとかって僕はやっぱりいる。で本当はそれぞれ、平和についてもだし、原爆そもそもについてもいろんな意見があってもいいんだけれども、自由に言えないこと自体が実はすごく暴力的というか、抑圧的で全く平和じゃないというか、だからそこが矛盾してるのも、子供はちょっと気づいてきてたりしないんかなっていうのも気をつけるようにしています。だから結局平和とか広島について学ぶような時間があるのだとしたら、そういう時間はまだしも日々自分のやってる授業とか教室っていうところが立場が弱い人が守られてるのかとか、立場が弱い人も意見が言えるとかっていうとこなしに平和について学ぶ時間がすごい時間だったみたいなことは言えんのだろうなっていうことも7年間やってみて、実はそこが根本なのかなっていう気も最近しています。でも僕が広島出身じゃないし、なおさら要は、言い方は良くないんですけど、当事者性がすごく弱いというかいうとこもあるじゃないですか。これなんで僕はこんなことを思うのかなみたいなちょっと悩むというか、でもすごい、あえて探すとしたら、それこそ最初学生の頃のピースクラブの子たちの話したけど、ああいう子たちがすごい今活躍してて、ピアノコンサートをやってみたりとか、やっぱああやってやっていく子を見ると、すごいなって励みになるっていうか、自分も頑張らんといけないなっていう気持ちにはなるなと思いましたね。で今年86で子供代表で喋った男の子が去年担任してた子で、あの子があそこに立ってるのを見たら、励みになるというか、ダラダラしてるんじゃないぞと、もっと頑張れと、すごい、また背中を押されたというか、もう元気を飛ばされたような、そんな感じがしましたね。本川に集められたんですよ。でそうそう、平和教育をしてきたし、本人も被爆者の梶谷さんかなのお話を聞いたんですけど、今度はやっぱ自分が教える立場になってっていう目線で考え
るようになったかなっていうのがもう一番思うところだったと思うんです。でじゃあまあその時にじゃあ自分のその教える立場としてどうあったらいいかとかいうことをすぐイメージできたかっていうとやっぱできてなくて、子供の前に立ってやってみて初めて平和教育難しいのもだし、こうしないといけないんだなっていうのを子供のレスポンスがあってやっと分かったなっていう。なので研修が意味がなかったとは言わないんですけど、でもやっぱ子供の前に立ってこそ分かったなっていうのは思いましたね。平和教育に限らないんだけど結局実践の自由が与えられていることってすごく一番土台なのかなというか、教師が窮屈な思いをすればするほどなんかこう縛られたマニュアルがあればあるほど子供に窮屈な思いをさせているっていうのは大いにやっぱあると思うので、そういう意味ではそう言われたら自由っていうのはまあ大事だよなっていうのは聞いて思ったんですけど、じゃあかといってマニュアルだったのか、もっとこう綿密なマニュアルが欲しかったのかっていうと多分そうでもない。だからまあなんていうかコンテンツとしては広島市は十分いろんなものが揃っていて、マニュアルも揃っているので、そういう意味では足並みはみんな揃えられるのかなって。でじゃあまあそれで平和教育が役割を果たしたかって多分やっぱりそうじゃないし、みんなそう思っているだろうと。でそうなった時に、じゃああえて必要だったものが何だったかと考えると、自分がやったことで言えばもうちょっとこう情報なりこうそれこそなんていうか関係するような人とみたいなところにこうアクセスするようなチャンスみたいなところ、あれは個人的にはすごく平和教育を考えていく上では重要だったかなと思うんです。だからそういう意味ではその平和教育をやってきたその先輩の先生たちもそうだし、平和活動をしている人たちの話を聞いたり、もっと言えば一緒にやるようなチャンスがあった、いろんな資源であるとか人とのつながりは平和教育を進めていく上では重要だったかな、僕の場合はそう思います。あれがなかったらと思ったらすごく閉じこもって学校の中であれ以上にはならなかったかなっていう気がしています。そうですね、そういうことですね。あれが要はもう自分の中でとどまっていたら多分平和ノートにやっぱ頼りっきりだったけれども、なんとかいろんな知恵であるとか、もっと言えばその原爆とか平和についてのいろんな見方であるとか資料であるとか、ああいうのにこうアクセスするチャンスがすごく恵まれているっていうことは、こうプラスアルファもっと発展的にみたいなことをやっていく上では、必要なものだったのかもしれないなっていうのは自分のこれまで思うと感じますね。物理的な距離がやっぱりこう、ここもそうだけども広島市という中にあってやっぱり86とすごくこう感覚的にも程遠いで、もっと言えばそれこそ平和教育の資源もすごい乏しいようなところではやっぱこう最低ラインとしてはすごく保障するいい教材なんだけれども、そこから抜け出せなくなってしまうよねっていうのはすごく矢野南でも問題意識として思っていたところ、ページをこなすみたい
れでは、違ったんだろうなっていう話は職員でしてましたね。で幸いやっぱ僕らの場合はそこにこう葉っぱをかけてくれるようなこう外部の人とのやっぱコネクションとかがあった、そういう意味でさっきの励みの話じゃないんですけど、そういう人たちと関わっていくことはある意味励みなのかなっていう。で人権教育もやっぱいろいろ領域があって、その人権を取り扱う人権についての教育もあれば、そもそも人権がない教室の中で学ぶってどういうことっていう、そういう人権教育についての領域もある。平和教育も全く同じことが言えるんじゃないかなと思っているんです。でさっきあった話で言えば、じゃあここだったら災害の話とかっていうのが地域課題として大きくあって、もうそうですよね、僕は社会科の説教家が好きなので、その時にテーマにあえてこの子たちに考えさせたいのは、災害の時にやっぱりこう弱者になるような人たちのことをこの子たちはどう考えるのかっていうことをやりたいなっていうのは、例えば防災教育だったら僕の問題意識はそこにあります。そういう人たちにこう気づいているかとかっていうことをやっぱ授業で見せたいし、一方で自分のクラスの中ではそうやって立場が弱い子は本当に守られているのかみたいなところもすごく訴えたいところがある。だから平和教育、一般的な平和教育ではないんだけれども、そういう意味では平和について考えている場面はいっぱいあるのかなという気はしています。なんかやっぱ多くの時、大体の時に話題になっている平和教育はどうしても戦争について学ぶ教育、カタカナの広島について学ぶ教育、原爆について学ぶ教育が広島では平和教育として見られているんだけど、実はそういうことじゃないっていうことなのかな。だから平和教育っていう言葉はすごく難しい。だから、言ってる平和教育はすごくその戦争原爆について学ぶ時間としてのあり方をすごくその問われてるし、問われてるというか、それがちゃんとなされてないみたいなことを言われてるような気もするんだけど、果たしてそういう問題だけなのか、何年何月何日に落ちたかを知っておけばよいというああいう感じ一番ベースラインかなとは思いますけど、でももちろんその原爆があった事実であるとか、あの日のことから学べることっていうことがいっぱいあってとか、たくさんあるんですけど、それこそ復興していこうとした人たちのまず生き方であるとか、それは道徳的なことで学べることもあるし、その原爆の兵器としてのその威力であるとか、そういう科学的なとこからアプローチする見方もあると思うし、よりよく知ることではないかな意見が持てる子たちにしてやるっていうとこかなっていうのは、原爆についてある程度、いろんなことをよりよく知ることはきっとそのためにステップとして必要でなんだけど、
どんな意見なのかを目標として設定するのではなくて、原爆について自分なりに意見が持てて、である意味それが表現できるというかいうところかな。原爆核がいけないと、はっきりノーと言える考えを持てることそれはもう押し付けじゃなくて、当然原爆についてよりよく知れば OK っていうことでもなくて、でもこの一教師として原爆ノー、核兵器は絶対ノーという意見を持たせるのが究極かというと、それは言えない。日本であるとか、広島は、戦争教育とか原爆教育という名前ではなくて、あえて平和教育と銘打って、進めてきたところがあるのかなというふうに考えています。きっと平和になってほしいとか平和を作りたいっていうそういう意思がきっと込められたもので、それは大先輩たちから僕たちに向けてリレーされてきたものなんじゃないかなと思っています。その理念は大事にしながらこれからも進めていくことが必要なのかなと思っているんですが、きっとそこは海外の先生方にも土地を通じても超えても共有されると思います。ぜひ、海外の先生方はこの平和教育という名のものについてどう考えているのか、ご意見がお聞きできたらいいなと思っています。ぜひまたお話ししたいです。よろしくお願いします。